2024年の2月です。タイのウドンタニーから国際バスでラオスのビエンチャンにやってきました。バスステーションの前の通りのローカルマーケットを歩いてみます。ビエンチャンのバスターミナルの前には小さいお店がずらっと並んでいます。簡単に食べれる食料品や衣類や旅行バッグなどが販売されています。おそらくこれらはバス旅行のラオス人旅行客を対象にしたお店です。ここでローカルのサンドイッチなどを買ってみたかったんですけど断念しました。こんな感じで商品に値札がついていません。お店の人に値段を聞けばいいんですけど、私は相場を知りません。後でぼったくられたことに気づいてビエンチャンを嫌いになってしまう可能性があるので何も買いませんでした。たくさんの美味しそうなバゲットが積んであります。ビエンチャンにも歩行者用の信号機があります。これと同じデザインの歩行者用の信号機をタイでよく見かけます。次にバスターミナルの横のショッピングモールに行ってみます。このショッピングモールは昔からある老舗のようです。ここに入っている銀行でタイバーツをラオスキープに両替するために来ました。東南アジアの古いショッピングモールにありがちな光景です。日本のショッピングモールではゴールドのアクセサリーを扱うお店を見かけることはありません。タイやベトナム、もちろんこのラオスでもゴールドのアクセサリーショップをよく見かけます。このショッピングモール内はこのように小さなお店が密集しています。この銀行で両替しました。私がここに訪れたのは平日の午前11時です。他のいくつかの新しいショッピングモールもあまり人が入っていませんでした。タイのコーヒーチェーンを見つけました。ラオスはタイから日用品の大半を輸入しています。タイで展開されているチェーン店をここでもよく見かけます。タイの主要な銀行がいくつもビエンチャンの中心部に支店を開設しています。今リバーサイドのこの辺りを歩いています。この通りはリバーサイドエリアの中心地です。たくさんの綺麗なレストランやカフェが並んでいます。道路の幅は広くて街路樹がとても美しいです。ビエンチャンでは路上にゴミをあまり見かけません。ミニスーパーマーケットがあちこちにあります。飲料水などはここで購入していました。ラオスの郵便ポストは黄色です。ラオスには国全体でスターバックスが2店舗あります。
2022年11月に首都ビエンチャンに1号店がオープンしました。これは2号店です。市街中心部を南北に貫く大通りの南端に来ました。あの遠くに見えるのがビエンチャンの観光スポットの一つである凱旋門です。1960年代に建設が開始されたんですけど、資金難で未完成のままです。パリの凱旋門を模して作られたそうです。東に向かって歩きます。ビエンチャンの道路はとても整備されています。ゆっくりとこの通りを歩くだけでもとても気分が良くなります。通りを歩いているとこのようにたくさんの落ち葉が降ってきます。これらの樹木はマホガニーの一種です。この光景がとても美しく感じられました。ビエンチャンではこの電動トゥクトゥクをよく見かけます。安価な運賃で地元の方々から人気の新しいサービスです。有名な仏教寺院がいくつも並ぶ通りを歩いてみます。お寺の前の通りではこのようにお供え物を扱うお店が並んでいます。ラオス式のお供え物のデザインを見るのは楽しいです。ここでは鳥かごにたくさんの小鳥が入っています。鳥を購入してそれを自由にすることで徳を積むことができます。観光地から少し離れた場所の通りを歩いてみます。この通りに私が偶然見つけたラオス料理の小さなレストランがあります。観光スポットもないので外国人観光客が来ないエリアです。ローカル価格の理髪店があります。ここが私が見つけたお気に入りのローカルレストランです。ここはまだ有名ではない隠れた名店です。私はビエンチャン滞在中にこのレストランに3回来ました。別の動画で詳しく紹介します。街角ではこのような小さな祠をよく見かけます。通りには観光庁の建物がいくつもあります。それらのビルの前にはこのように屋台が並んであります。職員の方々が屋台で買い物をしている光景を見ることができます。ラオスはベトナムと同じ社会主義国です。ベトナムでよく見かける三角帽子をかぶっている方々をビエンチャンでも時々見かけます。今回ビエンチャンを初めて訪れたんですけど、最初に驚いたのは整備された道路です。ビエンチャンの中心部はとても整備されています。中心部から少し離れた場所を歩いてみます。この周辺には観光スポットがないので外国人観光客は歩いていません。地元の方を対象にしたローカルのお店が並んでいます。私はこういうローカルの光景を見るのが好きです。ここは布団の卸売業者のお店です。ここには値札を表示しているお店はありません。外国人がここで何かを買おうとすると、物の相場を知った上で値段交渉が必要です。日用品を販売している屋台です。このお店では金物を売っているようです。この屋台ではグアバを量り売りしています。
昔は地元の方々はこのような場所で服を買っていたようです。ゴールドのアクセサリーを売っているお店です。美人のラオス人女性とすれ違います。証明写真のお店です。店の前で寝ているおじさんと餌を食べている猫がいます。